大家好、皆さんこんにちは、ボフェです。いや皆さんね、ちょっと聞いてほしい話が一つありまして、この前ね、英語のグループワークの授業があったんですよ。僕正直英語は結構勉強してきた自負があって余裕だなって思ってたんですね。でもいざやってみると全然喋れない。周りのクラスメイトの中国人と外国人に完全に置いてかれまして、もうみんなペラペラすぎ。いやー、将来的に考えても英語って使いますし、せめて自分の考えてること思っていることぐらいは英語で伝えれるようになりたいなっていうふうに思いまして、思ったんですよ。僕が本気で自分の状況を分析して計画立てて本気で自分に合ったプランを実行していけば2週間でも英語ってペラペラになるんじゃないかなと思いまして、なので今回は検証企画となっております。ボフェが2週間本気で勉強したら英会話どれぐらい伸びるのか実際に検証していきたいと思います。本気でね、検証ということで、失敗しても成功してもリアルに見せていこう。それ以外頑張ってみましょう。それでは頑張っていきましょう。 Let's do it。 まず1日目ということで、今日はカフェに行って英会話勉強の戦略を練っていきたいと思います。まず調べてみて思ったのが、英会話の勉強法多すぎる。英語のルールを理解して正しく話すための土台、文法、単語、聞こえた英語を正確に拾えるか鍛えるディクテーション、聞こえた英語をそのまま追いかけて発音やテンポを真似する練習、シャドーイング、英語のリズムや口の動きを体に覚えさせる練習、音読、英語の本を読む、Hi, hello. オンライン英会話、 Nice to meet you. My name is Hiroki. I'm 英会話アプリ、 looking for a pair of jeans. And then I'm 英語で独り言を言ってみる、 going to watch the shorts on YouTube. 英語で日記を書いてみる、英語で YouTube を見る。もう無限に出てきます。なので最初に決めたのは全部やらないこと。有名な方法を片っ端から試すことじゃなくて、大事なのは今の自分に必要なものを選ぶことなのかなと思いました。その次にやるのが自分の課題を分析することです。英語が喋れないって言っても中身はいろいろあるじゃないですか。単語不足なのか、文法が弱いのか、リスニングができないのか、処理速度の問題なのか、それとも知っているのに口から出てこないのか。ここを分けないまま勉強法だけ選んでも意味がないなと思いました。なので今回はまず自分のボトルネックを整理する、このことを次にやってみたいと思います。この分析をするために Speak という英会話アプリのフリートークという機能でレベルテストがあったので、それを使って自己分析してみたいと思います。それではね、今から自分の課題を知るために自分の実力を分析していきたいと思います。キャラクターモードとかあるんだね。せっかくだからキャラクターモードでやってみようか。Let's start with the first question. What is your name? My name is Hiroki. Nice to meet you, Hiroki. Where do you live? I live in Peking in China. I live in London. How old are you, Hiroki? I'm 60... No. I'm 26 now. I am your teacher, so I do not share my age. What do you like to do in your free time? I like to do exercise. I like soccer, training, rugby, baseball. I love sports. Now, please describe your favorite place in your city. I like my campus. My campus has the lake, historical tower. Also, library is very huge. Thank you, Hiroki. Based on your answers, I think your English level is B1. You speak well, but can improve grammar. This ends our lesson today. Goodbye. Thank you. B1 か。いやー、低いな。マジか。昨日の英語が簡単すぎたので、深夜無性に食べたくなるものっていうトピックスでね、一旦喋ってみようと思います。自分の意見を言うっていうのがね、やっぱり必要だと思うんで。Hi, let's chat about late night cravings. What kind of foods do you usually crave late at night? I usually eat noodles at night. You know, cup noodle is very convenient and easy to make it. When eating spicy noodles, do you add anything extra yourself? Spice and sour is the best combination, I think. Could be house sleep. 一旦この自分の動画をね振り返ってみたいと思います。実際にこうやって自己分析してみた結果、なんとなくですけど今の自分の課題が見えてきました。まず単語とか文法が全くわからないって感じではない。相手が何を言っているかはゆっくりだったり簡単な内容だったらある程度わかるし、読んだら意味がわかるものも多い。
ただ自分で話そうとした瞬間に止まる、これが一番大きいなと思いました。あともう一つの課題は聞けないというより早いと処理が追いつかないこと。なので今回の課題はざっくり言うと、自力で英語を作って口から出す力、聞いた英語を素早く処理する力、この2つかなと思いました。例えば文法を最初からがっつりやり直す、単語帳をひたすらやる、もちろん意味はあると思うんですけど、2週間で最大化するって考えた時に今一番優先するべきではないと感じました。で、この課題を解決するには多分もうシンプルで、自分が話した英語をその場で修正してくれる相手がいたらかなり理想的なんですよね。そういう意味ではオンライン英会話レッスンは効果的だと思います。ただ僕は病院実習もあるし YouTube もやっているので、がっつり時間を確保するのも難しいし、毎回予定を入れるのもちょっと面倒、さらに普通に月数万円くらいかかるので継続のハードルも高いんです。そこで今回かなり相性いいなと思ったのが英会話アプリの Speak です。Speak って何か知らない人もいるかと思うので簡単に言うと、スピーキングに特化した英会話アプリです。Speak は最初から話すことを前提で設計されていて、実際にどんどんアウトプットできます。Speak はさっき自己分析でも使ったんですけど、ただ話して終わりじゃなくて、その場でフィードバックが返ってくるのが最高なんですよ。しかも相手が AI なので喋る恐怖みたいなものもない。さらにスマホでいつでもできるので、移動中とかちょっとした5分でもサクッと英語を話せるのもかなりいいポイントです。レッスンも学ぶ、練習する、実際に話すっていう流れで進んでいくので、効率的に自然と会話力も上がっていく、そんなアプリになっています。なので今回みたいに短期間で知っているのに出てこないを詰めていくにはかなり合ってるなと思いました。あとはリスニング力を鍛えるためにプラスアルファでシャドーイングとか英語で YouTube やドラマを見るってのも取り入れたいと思います。ということでここからはこの戦略をもとに実際に2週間やっていきたいと思います。よし、今日ねずっとスピークやってたら気づいたら2着になってました。ほら、結構ね復習とか表現とか単語も練習したりしてます。結局アウトプットの量が多いからね、スピークやるのが一番早いんだよね。 Life is tough, so we need to take action on it. スピークの練習が終わって復習もちょっと終わったとこなんですが、せっかくならね YouTube も英語の見ていこうってことで、ちょうどね2日前に行われたU18 のラグビーの試合がですねイギリスで行われまして、その試合を英語の解説付きで見ていきたいと思います。解説は方法垂れ流しになっちゃいますが、ラグビーを見るということで、ただ英語の練習になるということで頑張ります。7:33 p.m. Nekada initial strangulation この単語はパッと思い浮かばなかったので、ドラマを見てる間にこうやってわからない単語を見たら、チャット GPT とかで調べます。でこのプロンプトおすすめです。貼っとこうかな。このプロンプトを使ってまず単語を調べます。この単語を調べたら、さらにここから僕らが開発したアプリリカードの方にですね、いろんなわからない単語をこうやって入れていってます。海外チームのラグビーの練習に来てるんですが、いないんですよね、この人が。そもそも入れるのかどうか。Hello! Great to see you again. Yeah, great to see you. Sorry about the confusion. Hello, nice to meet you. Yorkie. Steve, nice to meet you. Actually, last week we got a match. Yeah. The opposite side. Yes. Okay, yeah, and Jay invited us. Yeah, right. I saw. Yeah. So how did you? How what it ended up like? Was it 5-3? すごい練習になるね。それでは英語練習に行ってきます。いやー、非常にいい練習でした。これこそイマージョンですね。どっぷりと英語に使ってきました。90分間結構リスニング伸びた気がしますし、ずっとシャドーイングしてたのでなかなかいい練習になったと思います。今本部のキャンパスの方でノーベル経済学賞のクリストファー・ミサリデス先生の講義を聞きに行ってきました。人が多くてね、立ち見でしか見れなかったんですけど、逆に集中できましたね。AI と労働者の経済学について解説してくれました。で、自分たちはどうやってその AI の時代生き残っていくかみたいな、非常にいい英語のイマージョンになりましたね。その熱量のまままた英語を勉強していきたいと思います。
よいしょ。はい、シャワー浴びてきました。なかなかね、My hair is getting in my eyes, so it's disgusting. No, it's annoying. これちなみになんですけど、こうやって結構ね基礎編からやり直してまして、でこのレッスンがあるんで、これをひたすらずーっとやってるみたいな感じですね。毎回ドリルがあって、救援チャットがあって、ロールプレイがあるんですよ。これロールプレイ結構便利で、ここの単元で習ったものを使いながらロールプレイで練習することができるんですよね。Should I repair my phone? What do you think about it? Why do you want to repair it? My phone is too old. こうやってね、文法的に合ってるとチェックマークがつくんですよ、ちゃんと。で、間違ってると逆に米印がついて、間違いを即指摘してくれるんですよね、これ。まあね、僕の発音ちょっとどころか結構カタカナ英語が多いと思うんですけど、スピークはね、完璧な発音っていうよりかはちゃんと話す。とにかく伝えるコミュニケーションを取るっていうことをね、重点を置いてるんで。Oh my goodness, I totally spaced. カタカナ英語でもちゃんと聞き取ってくれるっていうのが非常にありがたいポイントです。最近ワンピースのドラマが出たんで、あれ本当はね、声優陣がそのまま吹き替えやってるんで日本語で聞きたいとこですけど、せっかくなら英語で見ながら、普通に真剣佑のドラマかっこよ。Very cool, man.土曜日の昼過ぎでございます。今日はですね、北京のデビルスとアードバックスという試合にやってきてます。この前ね、練習に参加し始めたチームなんですけども、早速、試合に出るチャンスがあれば出てるっていうことで、交流しながらラグビー楽しんでいきたいと思います。I've told everyone who they're going on for, but yeah, based on the back, we're doing a complete switch. 赤い矢印がボフェですね。ちょうどいいところにボールが回ってきて一緒についていって手を挙げてパスをもらって僕が抜けるって思ったんですが、相手のタックルでボールこぼしちゃってますね。火花飛んでブラックアウトしてました。こちらおじさんたちが飲んでるわけではなく、アフターマッチファンクションというノーサイドの精神でお互いの健闘を称え合ってるシーンになります。相手チームの MVP を選んでビールでお祝いしています。ということで試合が終わりました。トライは取れなかったんですけど、一回いいタックルを止めれたので今日は満足です。お疲れ様です。I've had a left shoulder injury for 2 months, so I can't train properly. I can do bench presses, shoulder presses, and also lat pull downs. I can do these things, these trainings. So that's why my training option is limited. わかりました。ちょっと頑張って言ってみました。いやー、難しいですね。You know, it's been really hard to decide what you wear. The temperature fluctuates like a wave up and down. So if you wear the short sleeves, it's freezing at night. So if you wear long sleeves, it's the way too hot a day. So the answer is maybe wearing t-shirts with the winter down jacket. 家にいると多分 YouTube 見てダラダラしちゃうんで一旦来ました。Do you have a lot of things going on today? お疲れ様でした。帰りましょう。Oh, beautiful sunset, yeah. 今ね、8時ぐらい。この後ね、ミーティングがあるんで、ちょこっとだけスピークやって、10分だけやりましょう。ちょうどいいね。これまでやった内容を復習しながらやっていきましょう。Should I get a new phone? Should I get a new phone? Should I get my phone repaired? Should I get my phone repaired?お疲れ様でした。4時過ぎぐらいかな。ちょっと眠すぎるので、ちょっとカフェイン取って仮眠取ってまたスピーク練習してから今日はまたラグビーの練習夜行きたいと思います。眠すぎる、疲れたな。ラグビーの練習あるから気合い入れるために頑張りましょう。久々に飲むとうまっ。こういう飲料は体に良くないんですけどね。おやすみ。I'll share 復習も時間を10分だけ設定してこれでやりましょう。このスマートレビューはね、過去これまで練習したレッスンとかを期間を空けてちゃんと復習してくれるんで Maybe I should buy a new phone はい、こんな感じにね
後でまた4日後来るみたいです。いいよね、ちょうど7分とかで終わったし。ということで今日もラグビーの練習行ってきます。せっかくだから昨日使ったフレーズ使いたいよね。電車の中で復習していきます。Wow, there are a lot of bicycles. I'll take this one. とりあえず英語かぶれてるだけ。Hi Jay. Good? Yeah, you? Yeah, good man. Doubles on three. 1, 2, 3. Doubles. Peter takes me go home. Thank you, man. Thank you, Peter. Where are you from? You know, Fiji. Fiji. Oh, Fiji. Yeah, Pacific Ocean. Oh, you're from Fiji. Is rugby famous in Fiji? Very famous, right? My father is Chinese, so yeah. Mom is Japanese. Yes, my mom is Japanese. They met in China. Jiangxi. It's the south part of China. Right close to Guangzhou. So after the PhD, are you gonna go back to your country or just stay here to continue to work or continue? It depends. If I find a job here, then I can stay. Thank you, Peter. Bye bye. PG 人のピーターに送ってもらって最寄り駅まで来ました。ありがとうございました。帰ってきました。お疲れ様でした。チームメイトの PG 人のピーターっていう人にグラウンドから乗っけてもらったことで50分間英語をね練習することができたので、先ほどちょっとカメラも回してたんでそれも振り返ってせっかくなら間違えた表現とか言えなかったやつとかリカードとかに入れていきたいと思います。Made for you なんか自分のためのレッスンとかもできるんですよね。 Don't be afraid. Don't be afraid. 新しいことに挑戦するのを恐れないで。 Don't be afraid trying something new. Yoいしょ。ジムでねトレーニングしようかと思ったんですけどラグビーの練習をしに来ました。やっぱねポジションはねウィングをいただいてるので、それに対してステップやらスタミナやらダッシュやらそういったものをしっかりチームの戦力になれるように鍛えていきたいですね。寒っ。結構寒い。 As I said, it's freezing at night. Oh, cold.帰ってまた勉強しましょう。お疲れ様でした。 Hey, how's your first week going so far? I am a customer service. It's a hectic today. We are going on new project. Have a great day. Thank you. こんな感じでもうちょいスピークやりましょう。ロールプレイみたいな感じで AI と対話しながら自分の練習してさらに即フィードバック返ってきて、でその場ですぐやり直すこともできるんでいい練習になりますよね。フィードバックやっぱねいっぱいありますよね。これをさらにこれフィードバック終わった後練習できるよね。そう練習できるんですよ。自分がさっき間違えた表現をわざわざ練習組んでくれるんですよ。これが素晴らしいね。何よりいやー気づいたら基礎レベルを一気に終わらせちゃいましたね。2407ポイント。まあ上には上がいるんですけどランクのかなり上位にいます。昇格もしまくってます。このまま中級パートいっちゃいましょうか。練習してもいいんで。 Hey there, it's Audrey. I'm so glad you're here. I'm on the fence. この on the fence っていう表現実はねリカードの日本人が言えない英会話30の中にも入ってるんでぜひ使ってみてください。実は知ってました。 I'm on the fence. My hay fever is so bad. My nose is running. I've got the tissue stuff my nose. 言えた？伝わった？こうやって身近な日常のところから覚えていきましょう。今日もお疲れ様でした。おはようございます。休日9時過ぎに起きました。ちょっと遅めなんですけど、今日最終日なのでね、頑張ってやっていきましょう。てかテスト勉強に近い。スピークからやろうか。よし、じゃあどんどんフリートークでもっとアウトプットやっていこうかなと思うんですが、他の人が作った設定をさ使えるっていうのがよくて、こういうスタバでの購入とかさ、この何回間違えてもいいじゃん。人だと気使うし。Hi, hello.
Can I get a latte, please? Sure. What size would you like for your latte? Small, medium, or large? これさ、思ったけど、アバターさ、もっと口とか動いたりさ、動きついてくれたらもっといいよね。まあ大変なんだろうけど、それを開発するってのは。President Trump also emphasized investments in technology and innovation for future economic growth. ご飯食べながらいつも YouTube 見るんですけど、皆さんにね、ぜひ紹介したい YouTuber がいまして、医学生 YouTuber でして、今は多分イギリスで研修医されてる方で、医学生の生活とか、研修医の生活を発信されてる方で、この人普通に動画もめちゃめちゃ面白くて、英語もちょっとイギリスなまりで発音すごい綺麗で聞き取りやすくてめっちゃ勉強になるんで、日本で病院実習してたやつもすごいバズってて500万とかも全然。東京ほら見知った景色がある出てくるでしょ。昔からすごい見てるね YouTuber というか Vlogger で、編集もねおしゃれで結構参考にしてる部分もあるんですよ。実はモチベになるんで、早起きして勉強するとかもね、ここから実はアイデア来てたりするんです。この人見ながらご飯食べて英語の勉強していきましょう。練習して上手くなってゆくゆくコラボとかできたらいいんですけどね。いやーどうだったっすかね。2週間べったり英語漬け、べったりまあいいや。いや面白かったかな。いやまあ自分なりにもね楽しめたと思いますし、英会話伸ばしていこうって結構不安だったんですけど、自分よりこうゴリマッチョなおじさんたち中でラグビー混ざってみたり、英会話練習してみたり、全然関係ない経済学のね授業とか出てみて、まあ自分なりにいろんなことに挑戦して楽しめたかなって思います。その中でもコーススピークのねこのコースを選択してレッスンをやっていくってことで練習にもなりましたし、即時でフィードバック返してくるじゃないですか。ミスを見つけやすくて、それを直すってことでできなかったことができるようになって成長がすごく感じられたなって思いました。あとはねやっぱ抵抗感がねなくなった。これ大きかったね。なんでなくなったかっていうと、やっぱりたくさんアウトプットしたし、AI との会話で練習できたっていうのも大きかったと思うんですよ。英語を話すっていう抵抗感が取れたことによってリアルな会話をすごく楽しむことができた。もうこれだけで自分の中の英会話の実力上がったなっていうふうにも感じたので、せっかくこれまでねたくさん続けてこれたんで、今後もね続けていきたいなっていうふうに思います。スピークもラグビーもまた新たな挑戦が増えましたね。いろんな今回スピークさんに提供いただいたわけなんですけども、やっぱ英会話のねスクール通っていうのはお金もかかるし時間もかかるしハードルも高いと思うんで、こういうアプリとか入れて自分のペースで練習できるっていうのは非常におすすめです。さらに今回概要欄の特別なリンク踏んでいただくと7日間無料で6000円の割引受けられるんですよ。これでかいね。でも4月12日までっていう超短い期間なんで本当に申し訳ないですけど、すぐぜひ興味ある人はすぐ飛んでってください。こんなところで今回の挑戦というか2週間長い戦いでしたが以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひね、Please subscribe, please press good button and write down your comments. Hope you enjoyed this video. Thank you for watching. また次の動画でお会いしましょう。再见。See you.